はい、皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回はね、都の桜っていう方が来られましてね、はい。政治のね、運動ことのこととか聞いてみてね、やはりね、本質のところを変えなきゃいけないと、誰かをね、その血祭りに上げてやるんじゃないんだってことでね、お話うん。ありましたね。はい。うん、やはりね、和をもって尊しとなすっていうところでしょうね。はい。うん、ここをね、しっかりとやっていきたいと思ってます。はい。はい。それではね、展示会の方、いっぱい来ておられますので、大勢来ておられますので、うん。またお一人の方のお言葉を聞いてみたいと思います。はい。はい。それでは、エレナさん、準備お願いします。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは、展示会の方、お言葉いただければと思います。いつもいただきまして、本当にありがとうございます。どなたか代表でお願いします。はい。ありがとうございます。それでは、エレナさんの方に言われいただきますようお願いします。うん。はい。おいただきましてありがとうございます。うん。はい。恐れます。お名前を教えていただいてよろしいでしょうか。クラマテングですね。あ、鞍馬天狗様をいただきましてありがとうございます。うん。はい。それではお言葉いただければと思います。よろしくお願いします。昔で言うならば、クラマテングは正義の味方であったとはい。思います。はい。うん。まあ、困った人々を助け、悪をくじき、そして弱きを助ける。そういった存在がクラマテングとして、人気を博していたと思います。闇の世界から疾風のように、駆け抜けて、そして活躍をして、そして過ぎ去っていくという、まるで風のような存在だというふうに思っています。ただ、近年はこの名前についているクラマテングというこの名前、ここに非常に違和感を感じるものであります。正義の味方であるはずのものの名が天狗であるというそうですね。ことは、はい。いささか私も承服できかねる。うん。そう思っているところです。うん。しかし、このクラマテングという名ができた当時は、ヒーローのようにもてはやされていたと思います。はい。それはその当時の社会情勢というものが、やはりそういったヒーローを求めたのだというふうに思うのです。つまりは、現実社会は非常に厳しく、暗い一面もあるけれども、そんな闇の中からでさえ、正義の味方というのは存在して現れてくれるものなんだと。そして我らに正しいお裁きをしてくれる。必ず良い結果をもたらしてくれるのだという庶民の願望、そういったものが反映されて、よくわからぬクラマテングという存在になったのだと思っています。まあ、言ってみれば、今の世の中でも闇の存在というのはいるわけで、暗い世界というのも多くあるように思います。この文明の発達した今の時代にあって、若い人々が希望をなくしているとか、仕事にもありつくことができないとか、個人の財産を持つことさえできず、他の人のものを奪うことしか自分の生きる道がないと思い詰めてしまうほどの貧困があったりとか、
様々な意味で、あるいは昔以上の闇がはびこっているのではないかと思われます。なので私は、やはりその中でも、この名前に疑問を感じながらも、往年の鞍馬天狗の活躍よろしく、現代においても、そのようなヒーローとしての仕事を成していきたいというふうに思うわけです。その名に惑わされることなく、正義の味方として存在したいと思っています。さもなくば、あっという間に闇に転落してしまうということがあります。一般の庶民で何も持たない人々、正直に生きている人々があっという間に闇に転落するということはいくらでもそこここで起きている問題です。そして犯罪を犯してまで自分の境遇を何とかしたい、問題を何とかなくしたいと思うほどに追い詰められている人々が数多くいる。またそういう犯罪を犯さないまでも精神的に病んでしまって引きこもりになったり、いつまでも仕事が決まらぬまま親のすねをかじり続けているような、そういう人々が多くいるという世の中そのものが病んでいると言ってよいでしょう。これは政治が悪いのか、人々が悪いのか、あるいは自分が悪いのか。犯人探しをすれば、どこにもそれぞれに原因があるように思うし、どこから手をつければこの世直しができるのか、見当もつかないありさまです。しかしそんな中でも、鞍馬天狗は希望の光を忘れずに、世の中の人に光を与えたいと思っています。もともとはそういう存在であるはずでした。だから、天狗であっても、その名に負けぬよう、本来の光を届ける、そういう仕事をしたいと私は思っております。以上です。はい、ありがとうございます。はい。もう本当にその正義の味方っていうその存在っていうのが本当に見当たらないですね。はい。なかなか本当に見当たらないですね。うん。うん、前回のそのライブでも私も話しましたけども、私が政治の裏方の方をやってる時に本当にこの議員さんの中の一人が正義の味方もお腹すくんだっていうあの言葉がどうしても忘れられないんですよね。そういうシステムなのか、なのか、わかりませんけども、すごくやはり政治にはお金がいるという、そういった流れが、もう本当に、染み込んでまして、お金がないと通らないんだっていう、通るために、えー闇に、手を染めるっていう形になってしまっているような感じがしますね。そうすると社会全体がそっち側の方向に動いていったのかなと思います。うん。大きくやはり、なんかこなんて言いますかね、大きく大きく変えていかなくちゃいけないというのと、それと、目の前の小さなことも、一つ一つ解決していかなくちゃいけないのかなという、非常に難しい時代じゃないかと思っています。うん。そちらのその、展示会の方から見て、そこへんのところはどのような動きをこれからされていかれる予定なんでしょうか。はい。真のヒーローの姿というものを、これからの若者、子供たちに
教えていく必要があると思っています。今の大人たちは、もうこれまでに生きてきた価値観の中に生き続けているので、ここにその考えを変えてもらうことはなかなか難しかろうと思っています。しかしその努力も惜しみはしません。そうやりつつ、若者たち、新しい未来の子供たちにより良い教育、より良い環境というものを提供し、情報を提供し続けることで、本来の元気のある正しいものの見方、考え方というものができるような人材を育てていくことが大事だろうと思っうん。ています。そういうことに力を入れて、これからはやっていきたいと思います。ありがとうございます。その簡単ではなくて、要するに教育というところからじっくり、腰を据えて、世の中を変えていかれるということですね。はい。はい、わかりました。今ので方向性がなんとなく見えたような気がします。どうも、倉山天狗様おいでいただきましてありがとうございました。はい。ありがはい、とうございまもう、ありがとうごした。ざいました。はい、エレナさん。はい。うん、さっきエレナさんとね、話してたように、新しい時代をね、作っていくのは、やはり、ね、若者だよねって言った、まあ、そういうことなんですよね。あ、そうですね。ね、やはりそういうことなんですね。ね。うん、やはり時代を動かしていくのは若者の力なのかなという気もしますね。反物の力でしょうね。うん、ね、うん。さあ、希望、正義の味方、うん。ヒーロー。うね。ん、いろんな人ヒーローが現れてくるかもしれませんね。人がいっぱい、そう。昔のヒーローとはちょっと違うかもですね。違うかもしれませんはね。い。今のヒーローは。うん。うね、ん。もうまるっきり新しい形のヒーローになるかもしれませんね。そうですね。はい。時代にやっぱり合わせて変わっていくんですよ。なんとなくなんですけど、うん。サロンの御事ってヒーローだったのかな？ヒーローだったと思いますよ。かもね。うん。ヒーローうん。だったと思います。空海さんは空海さんもヒーローですよ。かもね。空海さんはそれこそ本当にウうん。ルトラマンだったんじゃないですか？シュワッチってそう。空海さんの方が古いと思いますけど、あ、そうですか。はうんい。空海さんが俺が先だって、言うと思いますけど、ああ、ごっこしは、ひょっとしたらあれ、ひょっとして、宇宙船宇宙船かもしれない。ボンって大きくなるのかもしれませんね。そうね、あうん。の、今で言うならそのウルトラマン的なね、うん。あれだったかもしれませんよ。うん、そうですね。うん。うん、そうね。ごっこシュっていうのは、あれ、ボタンを押したら、そうしたら、ライトセーバーがシュンって出るかもしれませんね。来るかもしれません。ブーンいろんな世界に通じる。うん、かもしれませんね。だって宇宙から来た人だと思うんですよね。もともとはね。うん。はい、わかりました。はい、それではね、頑張っていきたいと思います。はい。はい、どうも、今日もありがとうございました。ありがとうございました。魂の光セッション。概要欄のリンクからお申し込みください。